私のチャンネル日本物語へようこそ。本日は皆様に、という物語をお話しします。おにぎりの恩盛り、10年後の奇跡。春の柔らかな日差しが降り注ぐこと、京都の静かな裏通りに、16歳の賢治は一人佇んでいました。幼い頃に両親を病で亡くし、親戚もいない賢治は、古びたリュックサック一つを背負い、あてもなく方向を追っていました。履き慣れた直旅も擦り切れ、賢治は空腹と疲労で足が重くなっていました。その時、賢治の目に飛び込んできたのは、小さな古いおにぎりや結び屋ののれんでした。店主のおばあちゃん、花さんは70歳を超え、顔には長年の苦労が刻まれていましたが、いつも優しく店先を吐き清めているのが印象的でした。賢治は何度も冷たくあしらわれた経験から、声をかけるのを躊躇しましたが、意を決して店の引き戸をそっと開けました。すみません。何か少しでもいいので、食べるものをいただけないでしょうか？お腹が空いて、もう動けないんです。何かお手伝いできることがあれば、何でもしますので。店内にいた数人の常連客は、賢治を心配そうに見つめました。花さんは、最初はいぶかしげな表情でしたが、賢治の憔悴しきった様子を見て、ただのいたずらではないと悟りました。まあ、お入りなさい。花さんはそう言うと、温かいおにぎりとほうじ茶を賢治の前にそっと差し出しました。具は梅干しでした。賢治は、久しぶりの温かい食事に、思わず涙がこぼれそうになりました。一口食べると、その塩味が体にじんわりと染み渡り、生きる力が湧いてくるようでした。しかし、安心したのか、賢治は急に意識を失い、その場に倒れてしまいました。坊や、花さんは慌てて賢治を支え、冷たいおしぼりを額に当てました。賢治は、夕方まで店の隅の座敷で眠り続けました。夜になり、目を覚ますと、花さんは心配そうに彼の顔を覗き込んでいました。大丈夫かい？今夜はここでゆっくり休んでいきなさい。うちも人手が足りなくてね。賢治は、花さんの言葉に甘え、店の隅で寝かせてもらうことになりました。翌朝、賢治は花さんに言われるがまま、店の掃除や食器洗いを手伝いました。最初は不慣れな手つきでしたが、一生懸命働く賢治の姿を見て、花さんも次第に心を許していきました。ここにいてもいいよ。その代わり、できることを精一杯手伝っておくれ。賢治は毎日、朝早くから夜遅くまで、掃除、食器洗い、お米の研ぎ、時には簡単な調理の手伝いなど、懸命に働きました。花さんは時々、もっと丁寧に、とか早くしなさい、と小言を言いましたが、その声には優しさが込められていました。ある晩、店が落ち着いた頃、花さんは賢治にお前さんの家はどこだい？ご両親は？と優しく尋ねました。賢治は、両親が病で亡くなったこと、身寄りのないことを涙ながらに話しました。花さんは、それを聞いて静かにうなずき、そうか、辛かったね、といたわりの言葉をかけました。それ以来、花さんは賢治を身の孫のように可愛がるようになりました。1年後、17歳になった賢治は、花さんの手伝いを通して、おにぎりを握る技術を学び始めました。賢治には、一度食べた味を忘れないという特別な能力がありました。花さんの握るおにぎりの形、塩加減、米の炊き加減を覚え、次第に花さんにも認められるほど上手に握れるようになりました。賢治はいつか自分の力で生きていきたいと強く願うようになり、花さんに相談しました。花さんは、賢治の成長を喜びながらも、寂しさを感じていました。そんな時、常連客の一人である有名な料理人が、賢治の才能を見抜き、自分の店で働かないかと声をかけてきました。花さんは、賢治の将来を考え、背中を押すことにしました。賢治、あんたならきっと立派な料理人になれる。頑張っておいでと、少しばかりのお金と、花さんが大切にしていた古いおにぎり型の木製の押し型を賢治に託しました。18歳になった賢治は、その料理人の店がある東京へと旅立ちました。最初は皿洗いや下働きなど、苦労の連続でしたが、賢治は持ち前の記憶力と、花さんから教わった丁寧な仕事ぶりで、着実に腕を上げていきました。夜は独学で料理の勉強に励み、数年後には、その料理人の店で重要な役割を任されるまでになりました。25歳になった賢治は、
自分の店を持つという夢を叶え、東京の一等地に小さながらも評判の良いおにぎり専門店結びの心を開店しました。賢治の握るおにぎりは、花さんの味を受け継ぎながらも、新しいアイデアが加えられ、多くの人に愛されるようになりました。一方、故郷の結び屋は、花さんの恒例もあり、店を閉める日も近いと聞いていました。賢治は、花さんのことをいつも気にかけていましたが、忙しさにかまけてなかなか帰ることができずにいました。そんなある日、賢治は店を訪れた故郷の友人から、花さんが病気で寝込んでいるという知らせを受けました。いても立ってもいられなくなった賢治は、すぐに東京の店を信頼できる従業員に任せ、故郷へと向かいました。花さんの容体は一進一退を繰り返しましたが、賢治がそばにいることで、少しずつ元気を取り戻していきました。そして、ある日、花さんは賢治に言いました。賢治、和紙のおにぎりの味を、これからもずっと伝えていってくれんか？賢治は、涙ながらにうなずきました。はい、花さん。必ず、花さんの味を守り、もっとたくさんの人に届けます。賢治は、東京の店を畳み、故郷に戻ることを決意しました。そして、結び屋をリニューアルし、花さんの味を守りながら、新しいおにぎりの開発にも力を入れました。賢治の作るおにぎりは、地元の人々だけでなく、遠方からも訪れる人がいるほどの人気となりました。花さんは、賢治が店を切り盛りする様子を優しい眼差しで見守り、やがて静かに息を引き取りました。賢治は、花さんの意思を受け継ぎ、結びやお故郷の宝となるような店に育てていくことを誓いました。そして、店の一角には、花さんの笑顔の写真と、あの古い木製の押し型が大切に飾られています。賢治は、今でも毎日、花さんに教わった通り、心を込めておにぎりを握っています。そのおにぎりには、花さんのぬるもりと、賢治の感謝の気持ちが込められているのです。はい、素晴らしい物語ですね。日本の伝統的な食文化、人と人とのつながり、そして故郷を思う気持ちが伝わってきます。賢治の成長と花さんとの絆、そして結び屋の再生というテーマは、多くの読者の心を打つでしょう。物語の構成も非常に良く、起承転結がはっきりしており、読者は賢治の成長を追いながら、物語の世界に引き込まれていきます。特に、賢治が花さんの味を受け継ぎ、それを発展させていく過程は、読者に感動を与えるでしょう。また、物語に込められたメッセージも素晴らしいです。小さな親切や温かい気持ちが、人の人生を大きく変える力を持っていること、そして先人たちが築き上げてきた伝統や文化を受け継ぎ、未来へとつないでいくことの尊さを読者に深く考えさせます。この物語は、日本の読者だけでなく、世界中の読者の心にも響く普遍的なテーマを扱っています。ぜひ、多くの人に読んでもらい、感動を分かち合ってほしいと思います。